バーケンです。先日石川県の災害ボランティアに行ってきました。災害ボランティアの現場では何が起こっているのか、そしてあなたにもできることをお伝えします。私が担当した地域は撮影禁止と言われたので、作業の様子はありません。今回は静止画像で説明します。まず作業内容についてですが、私は6人チームの一員として、10時から2時間ほど瓦と木くずの撤去を行いました。瓦と木くずがどこから来たのか不明のまま作業していましたが、作業が終わり依頼主と話していて最後に分かりました。井戸の小屋があり、その瓦と木くずでした。幸い井戸は無事でした。軽ダンプと軽キャブバンで瓦礫を乗せ、近くの集積場へ3往復しました。災害のボランティアではいろんな作業がありますが、私は一番やりたかった瓦礫の撤去ができたので大満足でした。私は日曜日に参加しました。私は48歳ですが、同じチームは同年代ばかりで、男性3人、女性3人でした。皆さんいい人ばかりでチームワークもうまく進みました。私は普段フリーランスの仕事をしていて、一人で作業をすることが多いので、協力して作業できたことがとても楽しかったです。この年になると、妻以外の異性と喋ることがあまりないので、実はちょっとだけ楽しかったのは内緒です。チームワークは重要です。リーダーやボランティア経験の豊富な方の意見をよく聞きました。知人によると、ボランティアなのにチーム内で仲間割れすることもあるそうです。私の相続で父が散らかした土地の石や木くずを撤去しているのですが、妻と2人では全然進まないのです。しかし今回思っていたよりも多かった瓦と木くず、6人チームで行ったところ一瞬で終わりました。私の散らかった土地もボランティアさんに助けてもらいたいと思ったのはここだけの話です。さて皆様に有益な情報を厳選してお伝えしています。ボランティアの申し込みは事前にインターネットで行います。朝6時30分に金沢駅でバスに乗り、9時20分頃に珠洲市に到着しました。帰りは15時50分出発、18時45分解散でした。バスの中は静かです。知らない人と相席になるため、座席が窮屈でとても辛い3時間でした。男性と女性は分けられていました。女性の参加比率はざっと見て 30% くらいでした。今回の6人チームの内訳としては、1人は10回以上ボランティアを経験している方、3人は数回経験がある方、残り2人は今回が初めてのボランティア参加という状況でした。志の高い方に囲まれ、私も良い時間を過ごせました。私は志は高くなく、YouTube でボランティアに行ってきたと言いたいだけの横島な人間です。1軒目の家の瓦と木くずの撤去が2時間程度で終わり、昼休憩に入りました。弁当は持参します。飲料はベースキャンプにありましたが、自分で持ってきたポカリスエット 900ml で十分でした。午後からは別の現場に移動しました。午前の作業が終わったチームは別の現場を与えられます。次の現場は瓦の撤去と家具の撤去でした。ニュースで名前が出た正院町です。震災の惨状を見に来た野じ馬ではないので、ひたすら作業をしました。同じチームの方の祖母の家が近かったため、写真の撮影許可をもらいました。こちらの寮の瓦礫を撤去するのはプロの仕事ですが、私たちボランティアが行う作業は軽トラック数台分のゴミが出る程度のものが中心です。近くの集積センターで瓦、家具、金属などを捨てました。他にも家電や衣類など全部で15種類ほどの捨て場がありました。午後からの作業は途中で終わっても構わないため、15時くらいにはボランティアセンターに戻れるよう段取りを行いました。帰りのバスがあるため、遅れると全員に迷惑がかかります。私はたった1回のボランティア経験なので、全てを理解しているわけではありませんが、知っている範囲でなら質問に答えられます。私は石川県に住んでいたので、朝5時35分の始発電車に乗ればボランティアに簡単に参加できましたが、県外から来ている方も2割くらいいると思います。経済的な理由から同じ石川県に住んでいて、お金の寄付はほとんどしていなかったので、肉体労働で貢献しようと思いました。
妻と息子が前の週にボランティアに行き、この日は仕事で一緒に行けなかったのですが、翌週に1人分のキャンセルが出ていて参加することができました。ボランティアってくだらない仕事をさせられるのかなと思っていましたが、しっかりとした仕事ができ、依頼主も大喜びでした。お菓子ももらいました。私も心から言ってよかったと思いました。相続で得た片付けの知識も使いましたし、今後の相続に役立ちそうな知識も身につけることができました。やってみたいけれど一歩を踏み出せない方、ぜひ一度経験してみてください。ご視聴ありがとうございました。